少子化って年間にだいたい今、日本人70万人から80万人ぐらい減ってるんですよ。なので、第二次世界大戦で日本人がいっぱい死にましたっていうのと同じぐらい日本人を減らしてるんですよ、今。自民党の政策をそっち間違ってるんじゃね、分割統治の少数派冷遇というタイトルにしたんですけど、その岸田首相が、なんか税金がいっぱい取れちゃったので、なので、還元するよっていうのを言い出したんですよね。その税金ってなんか、例えば消費税だと10%とか、法人税だと50%くらいいいとかあるんですけど、大体これぐらい取れればいいよねっていうね、税率を作ってるんですけど、なんか税金取れすぎちゃったんですよね。なんかいっぱい取っちゃったから、じゃあ還元するわって言い出したんですよ。で、還元っていうのは、税金をいっぱい払った人に戻す、要は、その払った人に戻すのが還元だと思うんですよね。なので、その税金払った人に戻すっていうのかと思いきや、税金払った人に関しては、年間4万円分の減税。で、税金払ってない人、住民税非課税世帯を消えた。住民税非課税世帯の人に関しては、7万円あげますよみたいな。っていうので、それ、還付とか還元じゃなくて、交付じゃねえ、普通にっていうので、どうなんだろうなっていうのがあったんですけど、じゃあ、なんでこんなことをするのかっていうところなんですよね。夏に、その選挙が、あると言われてるんですけど、去年の、来年の夏に。で、多分そこらあたりに対して、そうお金をばらまこうかなっていうところで、で、一応その税金もいっぱいあるし、お金ばらまいちゃうっていうので、選挙対策だと思うんですよね。で、そのタイトルとして分割統治っていう言葉を使ったんですけど、その、日本人全員が幸せになるような政策をしてしまうと、じゃあ別に自民党に投票しなくてもいいよねというふうに考えてしまうんですよ。なので、自民党に投票したから、俺たちが得したよねというふうに、その有権者が理解している政策をやらなきゃいけないんですよね。なので、じゃあ住民税非課税世帯っていうのがどういう世帯かっていうと、大体、8割ぐらいが65歳以上の人なんですよね。要するに、働くと年収が増えて、で、所得税を払ってっていう形になるんですけど、で、引退してる人っていうのは、基本的に収入そんなに多くないので、会社経営者とか別ですけど、その年金で暮らしてますとか、その貯金で暮らしてますっていう人って、収入はそんなに多くないので、その所得としては少なかったりするんですよね。で、東京都で行くと、夫が260万で、奥さんが130万 ?120 万とか。なんか奥さんと旦那さん合わせて、だいたい360万円ぐらいの世帯収入だと、住民税非課税世帯になるんですよ。で、どれくらいかっていうと、月に20万円以下で暮らすっていう感じですかね。はい。65歳ぐらいになると、別になんか子供を学校に行かせるとかっていうのもないし、で、東京都でじゃあ家を持ってますっていう人で、で、家賃全くかかりませんっていう人で、月20万あったら、普通に暮らせるんですよね。結局高齢者の票が欲しいっていう、ストレートなことなんですよね。で、その働いてる世代と、住民税非課税世帯が、同じ金額であれば僕は普通に良いよと思うんですよ。例えばじゃあ、その住民税非課税世帯とか勤労世帯とか分けずに、じゃあ還元します。日本人だったら全員7万円配布しますとかであれば、それは平等だと思うんですよね。でも平等にしてしまうと、じゃあ自民党に投票しなくていいやってなってしまうので、なのでその高齢な人っていうのが、その65歳以上の人が8割が住民税非課税世帯だったりするので、なのでその高齢者の人がその自民党を支持した方が得ですよねというそのお金の配り方をした方が良いよねっていうのが、結果として住民税非課税世帯にお金を配って、働いてる人たちっていうのには、4万円の減税ですよっていうのしかやらないっていう。っていうので、結果としてその投票に行く人たち、高齢者の方が投票に行くので、なので投票に行く人たちの票をもらって、そうじゃない人というのを冷遇するっていう、基本的には普通に統治をしてた場合って、やっぱりどこかになんか怒りが向いてしまうのですよ。なので、分割統治っていう形で、お互いに分割して、こいつが悪いよね、こいつが悪いよねっていうので、政府に対して怒りが向かないようにした方がいいんですよね。ほんで、じゃあ、その高齢者、働いて税金を納める人たちと、
働かないで税金をもらう人たちの2つに分けましたと。自民党の考え方として。別に分け方として男と女で分けるとか、なんかその中じゃ、東と西で分けるとか、いろんな分け方はあると思うんですけど、自民党としては、その住民税非課税の世帯と働く人たちっていうので2つに分けましたと。で、じゃあ、働いてる人たち不遇だよね。とはいえ、働いてる人たちって社会保険料とか税金とかで、生活しなきゃいけないので、働き続けるでしょうと。で、税金を払わないっていうのは不可能なので、結果として、税金は取り続けられるでしょうと。で、高齢者の人たちっていうのは、やたらに選挙行くので、なので、敵に回すと自民党がその政局を取れなくなってしまう可能性があるっていうのがあって、なので、高齢者優先っていうのがずっと続いてるっていうのが現状じゃないかなと思うんですけど、はい。財務省の言いなりというか、財務省が言ってるわけじゃなくて、多分自民党の政策なんじゃないかなと思いますけどね。岸田総理が全然増税しないのに、増税メガネと言われるなぜだと思いますか。個人的にはもっと増税上手なので、増税メガネという名称良いと思うんですが、増税しないような違いと思います。そうなんだよね。実はね、岸田首相ね、増税してないんだよね。増税メガネ、増税レーシックみたいな話で、一応なんか切り抜き、僕、ツイッターで載せたんですけど、実は岸田さん増税してないんですよ。正確に言うと、インボイス制度という形で、税金を払わなくてよかったものを、税金を払うようにしたんですよ。なので、個人事業主というのは消費税10%を払わなくてよかったんですけど、でそれはある種免税制度というシステムがあって、払わなくてよかったのを、それをインボイス制度という形で消費税を払わなければいけませんというシステムに変えたんですよ。なので、免税を撤廃しただけで、実は増税してないんですよ。で、社会保険料が上がってるのは岸田さんの時に上がってるっけ？上がってないかな？健康保険料って岸田さんの時上がってたっけ？で、社会保険料は本質的名称上税ではないんですよ。本質的には税なんだけどね。一応税かどうかでいくと、社会保険料という、保険料が上がりました。でもこれは税ではありません。で、インボイス制度で免税されたものを払うようになりました。でもこれも増税したわけではなく、免税されたものを払うようになりましたってだけで、実は増税してないんですよ。でもこれって、言葉のレトリックの問題で、社会保険料を払ったら手取りが得るよね。で、インボイス制度で10%消費税払わなきゃいけなくなったら、それは増税と一緒だよねっていう形で、増税メガネというのはデマである。で、これも事実なんですよ。増税はしてない。要は免税特権がなくなった。社会保険で上げた。でも、税とは何かっていうので、払わなければならない、要は拒否することができない国が徴収するお金という意味でいくと、健康保険料もインボイス制度も、税として払わなければいけないので、増税と一緒だよねっていう形で、なので増税メガネはデマでもあるし、デマでもないっていう、結構微妙なラインなんですよ。なんでそういう意味で、岸田さんって増税はしないけど、実質増税をしてるから、増税メガネって言われざるを得ないのもわかるけど、ただ、岸田さんが言う増税はしてないっていうのは確かにそうだよねって思ってるっていう感じです。はい。ひろきさん、日本嫌いですか？これたまに言われるんですけど、日本とは何ぞやっていうので、国としての日本っていうのであれば、別にそこに住んでるが、アメリカ人でも中国人でもいいですっていう、その土地としての日本であれば、別にどうでもいいんですけど、多分今の日本っていう、日本人の人がやってる時って、日本人、日本民族が住む国としてっていう話だと思うんですよね。で、そうすると、じゃあその少子化って年間にだいたい今日本人70万人から80万人ぐらい減ってるんですよ。で、70万人、80万人っていうのが、山梨県民ぐらいっていうのだったりとか、あと太平洋戦争の時って、3年間で240万人ぐらい死んでるんですよね。第二次世界大戦かな。で、そうすると大体年間でいくと70万人から80万人ぐらいするんですよね。なので、第二次世界大戦で日本人がいっぱい死にましたっていうのと同じぐらい日本人を減らしてるんですよ、今。で、その減らしてるっていうのが、なぜ起きたのかっていうと、自民党の政策、自民党と公明党の政策のためにやってるんで、政策の結果として、子供が
増えずに、ひたすらこう、日本人が減っていくっていう政策をやってるので、っていう意味でいくと、そっち間違ってるんじゃねえっていう意味で、日本の政策のここが間違ってるよねって話をすると、なぜかひろゆきさんは日本嫌いですかっていうのが来ちゃうんですよね。なので、長期的には日本民族が住む日本という国を維持しようと思うのであれば、今の政府のやってることは間違ってるんじゃないですかっていうのを指摘すると、なぜかこう、日本嫌いなのかって思われてしまうっていう。